おはようございます。めぐりかみたいちです。今日はシンプルにキャビアの食べ方を紹介したいと思います。ガルニチュールとあと付け合わせにブリ煮、そば粉の入ったブリ煮を作ります。それでは始めましょう。まずブリ煮から作っていきます。一次発酵しないといけないので最初に作り出します。材料は至ってシンプル。塩、粉、牛乳、イースト、卵、あとそば粉です。今回使うそば粉ですけども、バカンスでブルターニュに行った時に買ってきたものです。材料は概要欄に書いておきますのでそちらを参考にしてください。最初に一次発酵用の材料を混ぜます。そば粉、イースト、牛乳です。そば粉とイーストをボウルに移し、牛乳は鍋に入れて軽く40度から50度ぐらいまで温めます。この時牛乳は熱すぎないようにしてください。もし熱すぎると生イーストが殺菌されて死んでしまいます。もちろん冷たすぎても発酵に時間がかかりますので、知恵度40度から50度の間で牛乳を温めてください。この後よく混ぜたら縁をきれいにしてラップをかけ、ラップに穴を開けて常温で1時間発酵させます。1時間経ちました。ラップを外して、この中にだいぶ発酵して粘りが出てきています。卵をクラリフェ、卵白と卵黄に分けます。卵白はきれいなボウルに、卵黄は一次発酵している生地に入れて混ぜます。この後卵白は泡立てますので、大きめのボウルに置いておいてください。卵黄をよく混ぜたところにふるっておいた粉を入れてよく混ぜます。全体が混ざったら分量の牛乳、これも温めてだいたい40度から50度ぐらいに温めたものを生地の中に入れます。牛乳を入れる時も生地が硬いので少しずつ牛乳を入れてよくなじませながら混ぜていきます。このようにダマがなくきれいに混ざりました。卵白を立てていきます。モンテという作業です。コシが切れてシャバシャバになったら同じ方向に笛を動かしながら立てていきます。このような感じに空気を入れるような感じに同じ方向に笛を動かしながらモンテしていきます。卵白を立てる時のポイントですけども、使う道具がきれいなものを使ってください。もし油汚れなど油がちょっと残っていると泡を潰してしまって卵白が立ちません。このような感じ、角が立つぐらいまで卵白を立てたら、先ほど混ぜたアパレ油に少しずつ混ぜていきます。まず最初少しだけ卵白を入れて泡立て器で半分ぐらい混ぜてやります。その後卵白の方に移してゴムベラを使ってムースを合わせるような感じに下から混ぜながら丁寧に泡を潰さないように混ぜていきます。これでアパレイヤブリニスの完成です。それでは焼いていきましょう。よく温めた小さいフライパンに油をひいてアパレイを流し込んでいきます。この時普通の大きいテフロンのフライパンに小さくアパレイを取って焼いても構いません。今回小さいこのフライパンが鉄のフライパンがあるので、これを使って焼いていきます。熱くしたフライパンに入れてアパレイを置きます。そうするとだんだんこういう感じに気泡が出てきて火が入ってきますので、そうすればひっくり返すタイミングになります。これぐらいでひっくり返していきます。このひっくり返すタイミングで生地はほぼ8割方火が入っています。あとはひっくり返して最後表面残り2割を焼いて完成です。今回ブリニーのルセットは20年ぐらい前、私が働いた時のシェフのルセットです。このイーストとそば粉の焼ける匂いを嗅ぐと
当時を思い出します。私にとっては非常に懐かしいルゼットを再現しました。ぜひ家でも試してみてください。スモークサーモンなどにもよく合います。ブリニーが焼けたので、ブリニー以外のガルニチュール、付け合わせの用意をしていきます。卵白と卵黄のタミゼを作るために、まずゆで卵、水に卵を入れ、塩、酢ですね。酢を入れて、まず沸かしていきます。沸くまでは強火。ゆで卵を茹でる時のコツですけども、沸き出した、ポコポコと温度が上がってきだした時に、このような感じで一回混ぜてやると、黄身がきれいに真ん中に寄ります。沸いてから10分で火が入ります。火が入ったら冷たい水で表面を軽く割って一気に冷やしてください。そうすることによって殻が外れやすくなります。殻を剥いたゆで卵、白身と黄身を分けて白身からタミゼ、裏ごししていきます。カードを使ってこのように押すような感じに裏ごしします。黄身も同様にタミゼします。今回ゆで卵の火入れは10分でした。見てもらったら分かるように黒ずんでませんし、中もきっちり入っていて完璧な茹で加減です。玉ねぎをしずれするためにエプルシェ、皮を剥きます。乾いているとこ、腐っているとこがないかよく確認して、最後根っこを残してエプルシェ、皮を剥きます。根っこを残す理由は、後でしずれ細かく切るときに玉ねぎの層がバラバラにならないようにです。よく切れる包丁で縦に細かく切り目を入れ、あと横に2回か3回ほど包丁を入れて、あとはよく切れる包丁で包丁を細かく動かしながらスライスしていきます。この切り方をしずれと言います。切り終わったらカードを使って器に入れます。シブレット浅突きをしずれしていきます。半分に切って長さを揃えてからよく切れる包丁で包丁前後に動かしながらしずれします。シブレットもカードを使って器に入れます。最後のガルニチュール、レモンをカットしていきます。レモン1つから3カットを取ってこのような感じに切ります。それでは盛り付けていきます。温かいお皿の上にテーブルナフキンを折りたたんで置いていきます。この時布のものを使ってください。紙などを使うと湿気を吸ってべちゃつきますし、もちろんお皿に直接置いてしまってもべちゃつきます。温めておいたテーブルナフキンの上に置いてください。キャビアはクラッシュアイスの上に置きます。あとはタミゼした卵黄、タミゼした卵白、しずれしたシブレット、しずれしたオニオン、カットしたレモンを置いて完成です。あとキャビアを食べるときに重要なアイテムの一つ、スプーンです。まず今回は貝殻から削り出したスプーンを使っています。あと水牛の角から削り出したものもあります。使ってはいけないスプーンですけども、金以外の金属は避けてください。金属の味が移ってキャビアの繊細な味を台無しにしてしまいます。それでは最後に食べ方を紹介していきます。好きな量のキャビアをブリニーに乗せて、その後卵黄、卵白、シブレット、浅つき、玉ねぎを乗せて、最後レモン汁を絞ります。このレモンのカットの仕方だと両脇を持って絞るだけでレモン汁が伝ってきれいに絞れます。あとは食べるだけです。お疲れ様でした。ボナペティー。